こんにちは、まるみです。今日はじゃん DCM で買ったマルチクッカーを紹介したいと思います。このねマルチクッカー、最近ねすごい噂になっていて DCM で販売してるんですけど、お値段がね税抜き2980円、税込みだと3000ちょっとで購入できます。このマルチクッカー何がすごいかっていうと、1台でね8通り使える多機能クッカーなんですよ。でどんな使い方ができるかというと、炊く、沸かす、茹でる、揚げる、蒸す、煮る、焼く、炒める、温める、ちょっとなんかこじつけな感じもするけど、とりあえず中に何が入ってるかをサクッと紹介したいと思います。じゃあオープン。一回ね洗って準備してあるんですけど、こんな感じで商品が入ってます。このねゴムバンドはシリコン製なのかな、布っぽい感じじゃないので伸びてビロビロになる心配はないのかなと個人的には思います。結構しっかりしてます。ゴムバンドを外すと、ここの持ち手が下の部分で固定されてるんですけど、こっちから開けちゃうとね簡単に開きます。で中に入ってるのがこの中子、あとはこの下の部分で茹でたり揚げたりお湯沸かしたりできて、ここがフライパンのように使えます。四角いので卵焼きとかも作りやすい気がします。こういう角型のクッカーのメリットって何があるかっていうと、一番分かりやすいのが袋麺がねこの四角のままね入れれるので、それはね使いやすいなと思います。あとこれなら食パンもねサイズ的に入りそうな気がしますね。この中子部分が結構深みがあるので、シューマイ蒸したりとかもできるし、肉まんとかもねそのままカポって入ります。この中の部分にこの切れ目っていうのかなが入ってるので、水蒸気炊飯する時の蒸され具合がね強いんじゃないかなって勝手に思ってます。見てわかるように全部フッ素樹脂加工がされてるので、焦げ付きとか張り付きはしづらいんじゃないかなと思います。この中子部分までねちゃんとされてます。で全部素材はねアルミでできてるので、料理はしやすいんじゃないかなと思います。色は私はこのオリーブカラーにして、ザクカラーにしたんですけど、他にも赤色が売ってました。サイズ感は分かりやすくここに表を載せます。じゃん。ただね思ったより重いので徒歩キャンプとかには向かないかなと思います。じゃあちょっと重さを測ってみます。重さはゴムをつけない状態で約 915g ですね。なので徒歩キャンでねここで 1kg 使っちゃうのはもったいないなと思うので、車キャンプとかにはね全然問題なく使えるし、あとはね角型なので、私がよく使ってるトランクカーゴとかああいう入れ物に入れる時にね余白ができづらいのでパッキングしやすいです。細かい説明をしていくと、まずこの上の部分がフライパンとして使えます。まとめるときはこういう形でまとめるんですが、フライパンとして使うときはねこの取っ手部分をずらすだけで使えます。この留め具があるのでスライドすることでねここが外れづらいです。で厚みもね結構ありますね。なのでちょっとお湯沸かす程度ならこの上のフライパン部分でも沸かせます。で中子の部分はこれもね同じく深みが結構あるので、中子はどちらかといえばお湯沸かすとかっていうよりは中に入れて蒸したりする時に使うものなので、さっきも言ったように肉まんとかも作れるし、あとは茶碗蒸しとかプリンとかそういう蒸し系に使いやすいです。最近水蒸気炊飯にハマってるんですけど、今日もねそれをねやりたいなと思ってます。一番下の鍋部分だいぶ深みありますね。この下でお米も炊くことがもちろんできて、お米は3合ぐらいまで炊けるので、意外とねサイズ的にパッと見、ソロなら十分かなって思ったんですけど、ファミリーでもね問題なく使えると思います。ただね目盛りが一切ついてないので、何か料理でね水を測ったりしたい時はやっぱりこういうシェラカップとかあった方がいいんじゃないかなと思います。これだけ深みがあるのでね、揚げ物とかしても唐揚げとかにもね使えそうです。メスティンで揚げ物を一回しようと思ったことがあったけど、あれって浅いから何かあって油がねちょっとでもじわっとなって火事になったら怖いなと思ってまだやったことないんですけど、これだけ厚みあればね揚げ物も安心してできそうです。串揚げとかにも良さそう、深さあるから。ただ取っ手部分が金属で短いので、火にかけた時とかはやっぱり素手じゃなくってこういうグローブとかを使って持つ方が安心です。じゃあ今ねもう2時半でいい時間なんですが、早速ねお昼ご飯をこれを使って作っていきます。
いつもクッカーレビューするとき、カレーとかハヤシライスとかシチューとかああいうルーを使うとね、こびりつき具合が分かりやすいっていうことなので、1回目だからこびりつくことはないと思うんですけど、本日もカレーを作ります。じゃーん。ただ、カレーを作るんですけど、カレーを作りながら、この上で水蒸気炊飯でご飯を炊きたいので、ほったらかしカレーを作ります。じゃあ、ほったらかしカレーなんですが、本当は無水調理で作ろうと思ってたんだけど、よく考えたら水蒸気炊飯するのに無水調理じゃできないじゃんって気づいてなんでね、もう野菜は本当にざく切りで、油もしかずに入れます。玉ねぎはダイナミックに1つ入れて、無水カレー用にね、トマトも持ってきたのでトマトも使います。ただのカレーだったらね、トマトはそんないらないんだけど、水分出すためにこれを持ってきたので、ドーン。ひき肉もドーン。ちょっとできるだけ沈めておきます。大丈夫そう。で、お水を入れて、お水はざっくり350ぐらいかな。多分これ1人前じゃなく3人前ぐらいできるので、ファミリーとかはね、こんな感じで作ってもらって、本当にね、ちょっと分量とかざっくり計算でしかやってないから、成功するのかもわかんないんだけど、もし成功したらファミリーの方は参考にしてください。で、今日はね、明らかに1人だと多いので、夕飯にも回します。じゃあ、こっちはもうルーも入れちゃおうかな。余ってるのがね、ルー3つだったので、3つ分で作ってます。どんな風に出来上がるかはお楽しみ。じゃあ、ご飯はサイズ的に1合は余裕でいけます。多分 1.5 ぐらいまでいけると思う。ただね、ここのね、切り込みがあるから、あんまり多いとね、そこをご飯が炊けて塞いじゃったりするので、今日は自分が食べる分だけなんで、半合にします。多分こんなもんかな。お水はちょっと多めに。無洗米なので、お米研いでないのと、あとはね、吸水時間をね、20分ぐらいに短縮するので、水はちょっとだけ多めにしました。こんな感じで蓋をして炊きます。まずね、20分吸水させなきゃ。ちょっと吸水させたので、ご飯を炊き始めます。30分ぐらい炊くから、ガス管と距離を出してから炊きます。ガス管をここに直接あると、ガスが熱持っても嫌なので、離しました。今バーナーパッドはつけてなくって、本当は均一にね火を入れるんだったらバーナーパッドつけた方がいいんですけど、今回ね実験なので、その一点に火が集中して、例えば焦げ付きどうなるかとか、気になるので、このまま続行します。20分経ちました。一回ちょっと火を消して、ここの部分がねちょっと熱い。グローブ使った方が安全です。私は熱いの苦手だから無理そうですね。この下の部分はね、多分直で火当たってたんで、かなり熱いと思います。よいしょ。取りづらいな。よいしょ。外れちゃった。一旦は上を外しちゃおう。開けます。ご飯はまだまだですね。下はね、カレーになってますね、完全に。もうちょっと火かけます。あと10分、15分かな。問題ないから、このまま火かけた方が外すとき楽かも。よし、じゃあ、あと10分、15分火かけます。はい、追加でじゃあ10分経ったので、火を止めます。炊けたかな？炊けてる炊けてる。じゃあ、これを蓋して蒸らします。よし、蒸れたのでお昼にします。問題なく蒸れてますね。で、カレーがね、こんな感じ。トマトからも水分だいぶ出てるから、ちょっとトマトを潰して、だいぶシャビシャビだな。水が多かったかな。トマトがね、失敗だったかも。ちょっと明らかに水分量が多いので、ルーを足して煮詰めます。失敗したな。途中までは順調だったのに、最後の最後でやらかしましたね。でもこれね、煮詰めればもうカレーも完成なので、頑張って煮詰めます。問題なく煮詰まりました。ご飯もね、問題なくできたので、
お皿をね新しく用意してもいいんだけど、せっかくなのでね、このフライパン部分をお皿にしてご飯いただきます。ここだと入れてこの隙間からね、ルーが外にはみ出たら嫌だからフライパンにします。ご飯はしっかり炊けてますね。ご飯は水蒸気炊飯だから焦げ付きとかないんだけど、カレーに入れたスプーンでねご飯よそっちゃったから茶色くなっちゃった。本来は真っ白です。はい、カレーができました。これ1個あればこうやってお皿みたいに使えるのがいいですね。いただきます。美味しい美味しい。ちょっとね水分量ミスったから最後煮詰める時間あったけど、水分量がね問題なければね、ほんと材料入れてご飯も入れてほったらかしでカレーができるからね、めっちゃ楽。やっぱ水蒸気炊飯いいですね。ソロならあのサイズでいいんだけど、ファミリーでご飯上で炊くってなると多分 1.5 合ぐらいが限界だと思うから、例えば友達と2人とかカップルとか夫婦とかだったらね、このサイズが使いやすいと思いました。ごちそうさまでした。もうねペロリと完食、なんか丸飲みに近い感じで食べちゃった。美味しいお出来でした。もちろん最後に煮込んだのがあるんだけど、カレーも問題なくね、ルー足したけどできてたし、ご飯はほんとね水蒸気炊飯だからよくあるクッカーに焦げついたとか、ちょっと外パリパリになっちゃったとか、そういうのがなかったのでね、美味しくペロッといただきました。じゃあね、この後ちょっとのんびりしたらおやつも食べたいので一回洗ってきます。はい、洗ってきました。今ね洗ってきたんだけど、これはねお皿にしか使ってなかったし、こっちも水蒸気炊飯にしか使ってないから、もちろんこびりつきとかもなくね。で、こちらが最初にカレーの具材とルーをそのままぶっこんで、ルーとか結構ね壁にくっついてたんですよ。で、もしかしたら火通るとそここびりつきで傷むかなって思ったけど、実験込みでやってみたら全くねこびりついた場所ないんですよね。やっぱりフッ素加工されてるからかね、すごいつるっと綺麗に汚れも落ちました。あとは火を全部で多分30分ぐらいかなかけてたんだけど、後ろ側もねそんなにここのこういう跡とかもね全くついてないですね。結構丈夫です。初回だからっていうのもあるけど、今のとこね問題がないです。じゃあちょっとのんびりしたらおやつタイムに入るんでしばし休憩。はい、のんびりしたのでおやつを作ります。今日はプリンを作ります。前にね島キャンプ行った時にプリンをぶち落として失敗したので、ちょっとリベンジしたいなと思って、前はね結構いい加減に作ったから今日はちゃんと作ります。まずは卵、これをちゃんと混ぜます。白身とね黄身がしっかり混ざるように混ぜます。バカ、こっちでやっちゃダメだったんだ。移します。このね中がフッ素加工なので、金属のスプーンとか、それこそ金属の泡立て器とかだとこの素材をね傷めちゃう可能性があるので、私は木のスプーンを使います。お砂糖は感覚でマジでめっちゃ混ぜる。で混ぜたら牛乳をね入れます。牛乳は 100cc。 本当は沸騰しない程度に温めてここにね入れて混ぜるのが本当はいいらしいんだけど、ちょっとそこはねめんどくさいんで端折ります。牛乳ちょっとずつ入れて混ぜるんだった。いっか、今日は失敗しませんように。それでまんべんなく混ぜたらこし器入れてこします。私は家でレンジで焼きプリン作るときはめんどくさがってこの作業ねしないんだけど、この作業した方が美味しく食べれるみたいなので今日はやります。滑らか滑らか。よし、じゃあ下の部分にお水を入れて重ねて蓋をして、これで20分ぐらいかな放置します。20分経ったので火を止めます。見えるかな、ちょっとね水滴がねいろいろと垂れてました。だいぶ蒸されてるみたいです。無事できたかな。
なんかプリンっていうか茶碗蒸しみたいオッケーオッケー。めっちゃ素が立っちゃいましたね。でもねちゃんと固まってるからオッケー。ちょっと蒸らします。じゃあ下のお湯を利用してコーヒーを入れます。プリン冷やせないからホットプリンで食べよう。ちょっと熱いけど素手で持てました。どこがとんがってるから意外と注ぎやすいです。丸型のクッカーより角型の方がコーヒーは注ぎやすいですね。ただ思ったよりね多く注いじゃった。ミルク入れてカフェオレにします。なんか見た目かなり薄くない？コーヒーの香りだけつけたお湯牛乳みたいなあんま美味しくないな。水の量多すぎたな。じゃあこちらのプリンはこの上にお砂糖をかけて全然表面カッチカチにならなかった。蒸す時の蒸発したお水を上に布巾とか入れなかったから多分ね水分が全部この上に乗っかっちゃって表面が水浸しで、その上に砂糖をのせたから全然カリカリにはならなかったですね。なかなかプリン成功への道が遠い。いただきます。でも美味しそう。焼きプリン、完全に焼きプリン。美味しい美味しい。でも水っぽいからねちょっと改良すればねもっと美味しくなるはず。お湯コーヒーもね改良すればもっと美味しくなるはず。はい、ごちそうさまでした。まあ美味しかったです。でももっとね改善点はカフェオレもプリンもあるなって思いました。なんでね料理上手な人は是非美味しいレシピ見つけてチャレンジしてみてください。ちょっと私にはこれが限界ですねよし、じゃあちょっとこびりついたかなと思うのでしっかり拭いてみます。食べ終わった後に申し訳ないんだけどスプーンでね剥ぎ取っただけなので。ちょっとまだ汚いけどフッ素加工されてるからウェッティで拭いただけでもだいぶ綺麗になりますね。今日はね自宅の庭で実験してるのでこの後普通に洗剤で洗うだけだけど、ウェッティでここまで拭いたらあとはキャンプ場だったら炊事場でね水で軽く洗い流せば綺麗になるので、ウェッティ1枚だけでもだいぶ綺麗になりましたね。まだちょっとカスカスがついてます。いかがでしたでしょうか。今回この DCM のマルチクッカーを使ってみていいなって思ったところはやっぱりね大きいんですよ。大きいって言っても片手で持てるぐらいのサイズなんだけど、深さもあるからカレーが結局あれ3人前4人前ぐらいできたかなっていう感じなので、ソロの人からファミリーの人までね結構ねマルチに活躍するんじゃないかなと思いました。だからマルチクッカーかともちょっと思って違うと思うんだけど、あとは今回は上のねここでの焼き料理は試してないんだけど、焦げ付きの感じとかを見たら普通にうまいことフライパンとして使えるんじゃないかなと思いました。やっぱりねフッ素加工はねいいですねやっぱりキャンプ行って料理でちょっと焦がしたりとか、私はよくするんですけど、そういう時に家帰ってこびりついた時になんかもう全然うまく取れなくって、最終的にねもうほんとものによっては金田箸使えるやつは金田箸でガリガリやるぐらいなんですけど、やっぱりフッ素加工されてるとそういう機会はなかなかないんじゃないかなと思うので、料理苦手な人とかキャンプ中ってね特にドタバタするので、そういった方にはこういうフッ素加工されてるクッカーがおすすめです。でデメリットは結構あって、まずこれはキャンプスタイルによるんだけど徒歩キャンの人には向かない。最近徒歩キャンよくやるんですけど、何百グラム削るっていう作業を結構やるから1キロ近いものは厳しいなと思います。ただしやっぱり重さある分中も大きいから、車でキャンプ行くよとか、バイクでキャンプ行くよぐらいの人だったら多分問題なく使えるし、中もねすごい広いんですよ。なので結構スタッキングがいろいろできると思いました。ただOD 缶が入れると上の中子が閉まらないっていう。で中子を入れずにここのフライパン部分をはめようとするとうまく固定されずれちゃうので OD 缶は中に入れることは難しいと思いました。
あとね、個人的に最大のデメリットは IH 対応してないんですよ。まあキャンプだったらね IH はいらんっていう話なんですけど、私は車中泊をよくするから車の中ではあんまり火を使いたくなくて基本 IH 調理してるんですけど、これ IH できたら完璧だったなと思いました。まあでもね3000円ぐらいのものなので、それにそこまで求めるのはまあ酷かなとも思います。あとデメリットあるかな。まあそれぐらいですね。深さもあるから、それこそ揚げ物とかラーメンとかパスタとかそういう麺類もね作りやすいなと思ったし、1個あったデメリット、このね購入した箱に書いてあるのが、油使用時はガスバーナーを使用し焚き火炭火では使わないでくださいって書いてあります。こういうフッ素加工されてるものって焚き火にかけちゃうと、ここがね傷んでね、ものによっては剥がれたりとか、フッ素加工の意味がなくなっちゃうことも多いので、焚き火だと結構火力が上がりすぎたりなので、調理する時はガスコンロとか作った方が安心して使えると思います。それぐらいかな。それこそ一人暮らしの人、これ1個あったら家での料理もこれでいけるんじゃないかなと思います。 IH の人は無理だけどね。ということで最近は私は車中泊か徒歩キャンプばっかで、車のオートキャンプを全然してなかったので、今度ねオートキャンプ行く時はこの子を連れてって料理を楽しもうと思います。では最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Twitter とインスタグラムと TikTok もやってるよ。